2年間打つべき手はだいぶ打ってきているので、我々が世界をリードするんだっていう夢は叶わないから夢なんですよ。そんなちっちゃな夢は持ってないっていう、こんなものがあったらすごいぞとかね、こんなことができたらもうすごいことが起きるんじゃないのとかね、そういうものがね出発点、実現不可能なものを可能にするっていうところに、最大の価値があるので。学生の時に僕最初他社の車に乗ってたんですけど、ある時期にホンダのバラードスポーツ CRX の新車買ったんですよ。雑誌読むと三好サスペンションっていうね、その人の名前が書いてあってね、こんなの見たことないなっていうので、私の中でホンダという会社が急に面白い会社のように見えてきて、自動車会社に行こうって決めてたわけじゃないんだけど、ホンダっていう会社面白そうだなっていうね、入社した動機っていうのはそれぐらいなもんだったんですけど、こんな面白い会社を作れるのはきっと会社自体が面白いに違いないって、そんなことを勝手に想像しながらね、ホンダに入ったということですかね。当時は F1 の絶頂期だったので、私エンジンの研究室にいたので、当時の人事の人にも「皆さん F1 できますね」って言われてたんだけど、最初に私を迎えに来たマネージャーが「君なんか F1 って言われてたかもしれないけど、ホンダはレースで飯食ってるんじゃないんだ」って言われて、これからは環境の時代なんだって言ってですね、環境技術っていうのは当時まだね、今だと当たり前のようにあれですけど、なかなか自分の中では消化しきれなくて、当時やっぱりエンジンというパワーを出すことがやっぱり一番だみたいな、そんな時代だったので、少しね入社早々違和感を感じてたというのが本当のところで、これからこんな技術をこの会社で開発するのかなって当時はね、そんなふうに思ってましたよ。憧れでやっぱり尊敬できる、ウィンストン・チャーチルが好きでですね、でそのチャーチルのいろんな言葉をね残してるんだけど、一つカイトタコね、ライズって上がる、ハイエストアゲインストザウィンドノットウィズイッツってのがあったけど、タコは逆風の時に高く上がるのであって、流されてる時ではない、そういうのも含めて非常に逆境に対して前向きな姿勢を示しているところなんかも非常に好きで、よく聞かれるとそういう言葉を挙げたりしてるんだけども、特に今の時代にもねぴったり来るかなっていうのもあって、ウィンストン・チャーチルという名前を挙げていると、そんなところです。電動化に向けて大きく舵を切ったという意味では、ここ2年ではどうかな、順調に来てるかなというふうに思っています。2年間打つべき手はだいぶ打ってきているので、それなりの結果は出るというふうに考えています。社長に就任して早々にエンジンからね、ゼロエミッションビークル、EV や燃料電池車にも変えていくぞっていう宣言をしたので、エンジン得意な会社にとって私自身も認識はしていたものの、発信するとかなりインパクトが社内外に大きくてですね、ここ数ヶ月現場の人たちがその変革に向けてそれぞれが動き出してるっていうことがね、だいぶね会社の中でも少しその変革が理解され、それぞれがそれに向けて少し動き出したかなっていうのをね実感できたので、これからどんどんその勢いを増して、私が想像する以上に早く次の時代に向けた我々の勝ち技となるべき商品とかサービス、こういうものが出していけるのかなっていうふうにね、今は思っています。これをさらに加速させていけば、再び、新しいモビリティという世界をリードすることができるというふうに考えています。私自身研究所生活30年以上なので、我々のその研究開発の力っていうのがどれぐらいあるかっていうのも十分分かってますし、我々は時代がどう変わろうとも十分それに対して戦っていけるというですね、研究開発の皆さんには、さらに今まで以上に頑張っていただきたいと。昔私が若い頃はもう
世界初世界一じゃないと認められないっていうような時代だったので、当然今の時代もそれはあんまり変わることなくですね、今一度新しい時代の中で、世界一世界初我々がこう世界をリードするんだっていう、そういう気概を持って、研究開発に、従事していただきたいというふうに思ってますけどね。